皆さん、こんにちは。今日はニューベースルームからね、動画を、お届けしようかなと思います。実はベースルームね、お引っ越ししまして、まあ本当にね、前までの小さな場所ですごくたくさんのね方と知り合って、僕のことをね知ってもらえたりとか、本当にね素晴らしい思い出深い最高の場所だったんですけど、僕もやっぱさらなるね飛躍を遂げないと思って、場所を移してまたねここで音楽作ったりとか、本当にレコーディングね卓録したりとか練習ですよね、練習したり、もうねライブの仕込みしたりとかで、こういう風にまた動画で発信したりとかねやっていこうかなと思いますんでね、引き続きよろしくお願いします。もう本当にね前ねベースあったじゃないですか、ベースルームあれね全部外してハンガーねとかも全部取って見渡したらね、すごいこんなちっちゃい場所やったよなと思って、でもすごいいろいろ思い出して、ベース1本ボンってマイクポンって置いたみたいな感じでね、ベースドンって置いてちょっと写真撮ってって書いて見てたんですけどね、すごい本当にねあそこは良かったですね。そんな感じで、今日は一曲ちょっとディスコの曲を、やろうかなと思うんですよ。一緒にちょっと練習しようぜっていう感じなんですけど、この空間とねディスコがね全然結びつかないと思うんですけど、いわゆる80年代のディスコって結構ダンスして踊って女の子ナンパしてクラブでみたいな感じのねイメージがあるんですけど、今日やるのは令和のディスコですね。令和のディスコって言ったらめっちゃダサいんですけど、昼下がりにコーヒー飲みながら聴きたくなるような、すごくチルな感じの、曲なんで、ぜひね今日ベースを片手にで、コーヒーでもね飲みながら、一緒にねやりましょう。乾杯。はい、で曲はご存知の方も多いと思うんですけど、トム・ミッシュの、ディスコイエスっていう曲をやろうかなと思うんですけど、この曲のね本当にベースがかっこよくて、でトム・ミッシュはもう本当に今年ねフジロックでバンドで来てて、それ僕見たんですけどめちゃくちゃかっこよくて、もうすごいトム・ミッシュはやっぱすごいかっこいいなと思いましたね。いわゆるめちゃくちゃ早弾きしてタッピングしてみたいなそういうギタリストじゃないんですけど、カッティングとか、カッティングをおしゃれに聴かせたり、ペンタトニックをねすごいかっこよくね鳴らしたり、あとジャジーなコードワークだったりとかですごく次世代スーパーギタリストみたいな感じでもう有名な方ねアーティストだと思うんですけど、この曲のねベースすごいかっこいいんで、一回ねじゃあ僕冒頭にちょっとやってたんですけど、ドラムとベースだけで一回ねやってみるんで、じゃあぜひちょっと一回聴いてみてください。レッツゴー。はい、そんな感じで、かっこいいですよね。シックみたいなね、往年の本当にグッドタイムスみたいなああいう感じをちょっとオマージュしてるようなベースラインだと思うんですけど、一回ちょっと弾いてみます。ベースだけでいきます。1、2、4。こんな感じですね。これを一緒にやろうっていうことで、まずいろいろあるんですよ。こうした方がいいんじゃないかなとか、こうした方が弾きやすいっていう、そういうのをねちょっと一個一個説明しながらやっていこうかなと思うんですけど、まずねこの曲はオクターブ奏法が
これがね弾けないとなかなかやっぱこのベースラインは難しくて、これを機にねオクターブ奏法なんかちょっと苦手っていう人とかね、できない方はねぜひちょっとやってみましょう、一緒に。まずねコツとしてはピッキングを人差し指からね始めた方が絶対やりやすいと思うんですよね。この指の長さ的にもみたいな感じで人差し指からこうやる。で一番大事なポイントが絶対に親指をチューブラリンにさせないっていう。ピックアップの上か弦の上に置いて固定させる。こう、例えば親指にピックアップの上に親指を置いた状態で今のフレーズでやるとこういう。で、僕の場合は、親指4弦は親指ピックアップの上に置いて、動かすんですよね。その後3弦弾くときは、4弦の上に置くんですけど、こういうふうになんでかというと、まずこれ親指をずっと固定してやってるとちょっと4弦のミュートがシビアになるっていうのがあります。3弦弾いた時に4弦が鳴っちゃうとか、あとちょっと角度つけないと弾きづらくなったりとかするんで、僕の場合はこうやって移動させた方が弾きやすいんですよね。でもこれって正解はなくて、ずっと親指をピックアップの上に乗っけてもう縦横無尽に弾いてる人もいるし、こうやって僕みたいに動かす人もいるし、だからしっくりきた方でねやったらいいと思います。注意点としてはこの3弦のここ弾いてる時に4弦鳴らないようにミュートねしっかりとやんない、その役割で親指を置くっていうのを一つあるっていうのをね頭に入れといてもらったらいいのかなと思います。でオクターブ奏法は結構前一回動画で出したんですけど、すごいいろいろ種類があって、例えばこうみたいなとかっていうのがあったりとかみたいなね、音符の長さですごい表情が変わるんですよ。こうそうこれがねいろいろあるんで、なんか正解が分かんないとか一時期ね僕思ってた時期あるんですけど、もうこれはねセンスですよね。自分のもうこの曲にはこんぐらいの音符の長さが気持ちいい、もう自分が気持ちいいところを見つけるのがいいと思います。でディスコイースに関しては僕的にはこのこっちの時はスタッカートで弾いた方がかっこいいなと思うんですよ。っていうのもギターがこのブルテレルテレルテレルテテテこのブルテレルテレルテレルの時なんですよ。それにそのドゥルテレルテレルテレルっていうのがなんかシンクロするというか、リズムがすごく立つというか、このちょっとスタッカート気味に弾いてあげると、なのでディスコイエスに関してはこう中指の時は、ちょっと音符切り目のスタッカートでやればいいのかなと思います。はい、じゃあこのオクターブ奏法ができたらもうこのリフは半分弾けるんで、じゃあ頭からねやってみようかなと思うんですけど、で一応ねタブ譜載せるんですよ。今回一応タブ譜載せるんですけど、できれば、タブ譜は使わずに、耳コピーで、やってみてください。結構シンプルなんでこのベースライン、割と取れると思います。でなんでこういきなりタブ譜使わない方がいいかというと、やっぱりタブ使っちゃうと番号で覚えちゃうんですよね。この指板もう番号でやっちゃうっていうのがまずあって、例えばギターとかドラムとかねシンセとかバーって鳴ってるじゃないですか。でその中でベースを取り出すっていう、ベースが何弾いてるかなっていう耳で聞いて、ここだみたいな、その能力ってもう俺の中でめちゃくちゃ大事な能力だなと思ってて、タブ譜使っちゃうともういきなり番号で弾いちゃう。いいんですよ。やっぱり手っ取り早く弾けるんで、やっぱベースの楽しさっていうのは僕もタブ譜から学んだんでいいんですけど、一歩ちょっとレベルアップしたいなっていう方はぜひ耳でこのリフちょうどいいんじゃないですかね。そんなに難しくないんで取ってみてください。でその取り出す能力も鍛えられるし、あと音程感ですよね。この音程感も
弾いてベースで置き換えて、この音はここにあるみたいなね風にできるのもあるし、あと一つすごく大事だなと思うのが、ニュアンスを自分で考えれるっていうのがあるんですよ。例えばタブ譜が、この僕は A だったら4弦の、ね、5フレットでってやってるんですけど、タブ譜が開放のこれ使ってたら、やっぱそっちでやっちゃうと思うんですよね。この A もD の時もみたいな、これも開放だったりとかするとそれ通りにやっちゃうんで、そこをいや俺はもうなんならこことかね、こっちがかっこいいなとか思うとか、こうやるとかこうやるとか、その辺をなんかこう自分で考えながらやるっていうのがすごくなんかこうベーシストのセンスがなんかこう鍛えられるというかね、そういう部分で、順番通りやるではなくて、音を聞いてそれを自分で指板に置き換えて、ここの方がかっこいいんじゃないかなっていう風にやるっていうのは結構大事だなと思ってて、でそれも正解はないんですけど、例えば僕もアーティストのレコーディング参加させてもらってね、その曲をたまにバンドスコアでどういう風にベースで乗ってるかなと思って見ると、やっぱ自分が弾いたのと全然違うポジションになったりとかしてるんで、なんかこう原曲リスペクトでいくんだったら、タブ譜通りっていうよりはもう聴いてここで弾いてるんじゃないかなみたいなのをね考えながらやるっていうのはすごく面白いし、大事なことなのかなと思うんで、ぜひ、長くなりましたけど、タブ譜は置いてますから、もう本当わかんないっていう人はねそれを使って、やってみてください。じゃあちょっとゆっくりやってみますね。いきます。わかります？ミュートが入っゴーストが入ってるんですよ。このね、これがすごく大事で、これがあるのとないのでまたグルーヴ感が変わってくるというか、このゴーストがすごくグルーヴを作るんで、練習してみてください。この3のね前に、この5の前の5フレットの前のね3って書いてるところ、もうめちゃくちゃ重くそタブ譜使って説明してるんですけど、ここもねゴーストで弾いてもいいんですよ別に。だから2回入る。これでもかっこいいと思うんです。こういう感じでやってもいいですし、このね5フレットの後にって入れるのもいい、そのゴーストを意識して、やってみてください。でオクターブの前、オクターブの後の、ところはこっち弾いた方が多分いいんですよね。こっち、ってやるよりはっていった方がスムーズに、遅れがこっちだとねちょっと遅れがちになるんで、こっち行く時も遅れないように、ここはねもう結構リズムはもう本当にジャストでね行った方がいいと思うんで、遅れないようにと、ゴーストを入れるというのと、で意識してもらえれば弾けるのかな。でピッキングに関してはこれも正解ないんですけど、僕はね基本的にね中指から、いろんな曲は弾くんですけど、このベースラインに関しては人差し指でからオルタネートで弾いた方が多分一番分かりやすい、スムーズにいくと思うんで、人差し指から
ドゥ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 ティンティ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 トゥンペ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 ティンティ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 トゥ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 ティンティトゥ最後は、ここで終わるんですけど、レイキングで頭に戻るってね。でまた交互に難しいですね。ちょっとこれでやるのが、弾きながらっていう風にやったらいいのかなと思います。ピッキングも、一例としてね、人差し指からオルタネートでやったらきっちりなんかこうはまるんで、この曲は、それで、一回参考にしてやってみてください。でそのリズムに関しては、さっき言ったように、キックがドッ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 ってなってるんで、もう本当にジャストでいいと思うんですよね。あんまりそのベースが後ろ目に弾くとか前目に弾くとか意識せずに、このインテンポのジャストに合わせて弾く。なぜならもうギターとかもブンパンパンテッテッテンテンテンテッブルテレルテレルテレルテテトゥントゥトゥン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 テッテッテントゥなんかシンクロしてるんですよ。で原曲の、カッティングのギターもチャッ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 チャ
こうシンクロしてるんですよね。だからそれにこうもうくっつくように、それに食いつくように、それを意識してやったらいいと思います。もうジャストで弾けば合うと思うんで、まあその辺ぐらいかな。それを、踏まえて、練習してもらって、で僕が最後に僕はベースでテーマを弾いた、トラックを、乗っけとくんで、それに合わせて、ね、練習したベースラインをぜひ重ねて、ちょっと遊んでみてください。それ楽しいと思うんで、そんな感じで、終わろうかなと思います。まあ何かね分かんないことがあったらコメントとかで、質問してもらってもいいですし、全然その辺は答えるんで、引き続きね、まあ何か楽しいことがあったらこういう風に動画にしていこうかなと思ってますんで、まあチャンネル登録まだの方はね、ぜひちょっと登録してもらって、面白いこと出しますからね。まあこれからもまあマイペースにやるんで期待せずに、なんか更新したなと思ったら、ぜひ見てやってください。じゃあ最後までね、ありがとうございました。そんな感じで、またね。レッツゴー